こんにちは。今回はかぎ針編みの細編みシングルクロシェでできるマットを作ってみました。分厚くむっちりとした編み地になります。お皿を置いてあるこのマットを編んだところを動画にしています。はい、ではまず毛糸の紹介からいこうと思います。セリアかわいいニュッセ、今年のニュッセもめっちゃかわいいです。セリアね、さっき言ってた株式会社リッシュさん、そういうリッシュさんというところで作られてるこのバチコリかわいいセリアのニュッセです。なんか同じこと言ってんだ。で、この色がカラーナンバーが6番。何色っていうんだろう、オレンジがちょっと入ってますね。こういう感じになる、糸で、これがね、これどうやって読むんですかこれこういうところでさ、ちゃんと習ってないとこ出ちゃうんですよね。 7.5 から8ミリ、嘘だよね。本当にジャンボすぎません？何このゼロスラッシュゼロって何？まあとりあえず前回8号で何かを編んだので、また8号でいこうかなと思ってます。でこの色が、バーコード恒例で、こっち逆なのね。カラーナンバーが2番、順番通りに言えばよかったですね。6番2番でこんな感じ。これは結構葉っぱみ、若草色って感じですね、ベースが。で謎の8ミリなの？でこれでもそうなのか。これ青系です。青もね、なんかこっちの同じ色なんですけど、だいぶ印象違いますよね。もしか一玉編んだら結局こう外と中みたいな色合いの違いでしかないのかもしれないですね。青にちょっとこうちょっとメンズ感のある渋みのあるね、黒っぽい感じ入ってますね。カラーナンバー7番、今更ですが 35g の 65m 入ってるらしいです。はい、壊しちゃった。で今ね、なんとなくこのバランスを考えてて、まだ何も考えてないんですが、 A4 サイズの、パソコンの下に敷くマットにしたくって、でこことここがね、今言ったように同じ番号で、これとこれが同じ番号で、これだけ1玉なんですよね。この5玉でやっていきたいので、ちょっとアンバランスな組み合わせにはなるんですけど、一応今こういう感じでいったらいいかなとは思ってます。なので、2玉ある方から安全な方からいこうかな。でこの下に敷いてるのが私の使用済みクリアファイルです。これをちょっとめがけて、今のところはこういう模様じゃなくてこういう模様でやっていきたいと思ってます。これは中から糸出すよね。中から糸出してきます。はい、出してきました。でかぎ針も、2本用意してみました。こっちがね8号、一番頻繁に使う8号 5mm で、このマークはさっきの一緒ですよね。謎再び謎。これ8.0 って書いてないのがまたちょっとこう私を困らせるんですよね。でちょっと見えづらいんですが、8ミリのはこっちジャンボ、とりあえずこっちの8でやってみようと思います。で最初はもう横の A4 の横の長さに合わせてシングルチェーン鎖編みからいこうと思います。最初からやるか。こう持って針下からでぐるんちょして、まず1個目はギュッとするだけで、これ何でもないで、こっから今度は上から下にかなで1、こういう感じでチェーンを鎖編みを作っていきます。最初すごい白い4個、一応数えようかな。でさとか急にフレンドリーですけど、これがね株式会社リッシェ、いつも覚えらない、全部違った、リュッシュでしたリュッシュっていう会社さんの毛糸でね、あと五商産業が、セリアって有名ですよね。2大
毛糸置いてあるメーカーなんて言うんだ、123456789あと1個かじゃないですか。すごいですよね。どっちも超優秀っていうとなんかすごい上からだけど、どっちも素晴らしい毛糸を売ってくれる、可愛い毛糸いっぱい出してくれるんだ。それと提携してるというか、そこの卸してるセリアもすごいなっていうね。もともとはね、単なるっておかしいですけど100円ショップなわけだから、でもこの毛糸担当の人ってきっといそうですよね。もうさ、喋りながらやってるから何回数えてるんだっていう。とりあえずこの感じで伸びるんですけど、普通にしてこの A4 がちゃんといくぐらいの、鎖編みを作っていこうと思います。はい、A4 すいません。A4 のね、この見えてんのかな、この透明なクリアファイルがここにあるんですが、これが、ちゃんと OL ぐらいのサイズにして、それが38、9だったので、切りがよく40にしてきました。40目しました。私って大体いつもそうなんですよね。結局最後適当40で、ここから、やっていきます。でまず、立ち上がり1個しました。でここはどうしようかな。普通って何ぞやって話なんです。この後ろのね、このチェーンが前で、後ろ振り向かせると、こうポコポコポコってポコポコしてるとこがあるので、ここに細編みをいこうと思います。でここの立ち上がり1個は数えずに、今このクリップが入ってるところのこの裏、ここですね。この立ち上がりのとこに入れようとしても結構入れられないので難しいので、ここって分かりやすいかなと思います。ここはきついので、この次ね、ここに最初シングルクロシェ細編みを1目に1目ずつやっていきます。簡単。ここだけ拾って、次のこのポコッとしたとこだけ拾って、拾って、なんか8個で全然良さそうね。誰にともなく、はい、こういう感じで最後までいきます。はい、1段目シングルクロシェ全部入れてきて、最後の目ですね、ここ最後の目のこの裏山、これ拾ってちょっとこれ糸ちょっとから巻き込みつついきますね。で1段目が終わりました。でこの次から、立ち上がり1個とりあえずして、ここから私は兵隊編みって呼んでるんですけど、それをやっていこうと思います。正式名称がねちょっと分かんないんですけど、で、兵隊編み仮のやり方としては、通常はねここですよね、このまた上を見ながらこの鎖っぽいとこに針入れて、こうやってね拾ってってシングルクロシェなんですけど、兵隊編みは分厚く編める編み方なんですけど、これをねこうやって見るんじゃなくて、こう縦に見る感じかな。これが横の場合、これを縦とします。でこれが今最初のチェーンですよね。チェーンがあって、これ今シングルクロシェ出来上がったばっかのとこ、こことここ、こことここ、こことここっていう風に取ってきます。なのでイメージは前々段のここ取るっていうことなのかなと思います。で、だからここ2本取らずに、手前奥、こうやって見たら奥か、左とこのチェーンで作った手前側、ここを取ってやることはシングルクロシェです。とか言いつつ、ずっと毎度おなじみピンポケしてます。で1目目に移動しましょうか。でね、これはね
私はすぐに目を外す編み方なんですよ。なんかね同じところに2個入れちゃったりとかなので、定期的にこうやって目印つけといた方がいいかなと思います。で今1目めが終わって、次はこの上の2目め、もうピンボケピンこことで、ここに今入ってるんですよね。ここに入ってるので、この次の目ここに入れる。で3目めと次のこの3目めにシングルクロシェ。だからなんかね、こうあるものがこうなる感じ伝わったかな。お分かりいただけただろうかお分かりいただいてない気がする。こことここで、こことここ、ちょっと10目めまでやりますね。こことここ見やすい、ここの V のこっち側だけ取ってます。で例えばここに入れちゃうのってあんまりないと思うんですよ、今入れたばっかだから。でもせっかくこっちを取ったのに、もうこっち側取っちゃったりとかねする時があるんですよ、サクサク編んでると。そうするとここにはもう1目1個前のが入ってるので、ちょっとギュッと変な形になっちゃう。ちゃんとここを取る、もしくは飛ばしちゃったりもするんですよね。ここと今これ10目めのクリップなんですけど、入れたら10目あるかとりあえず数えてみます。怖い12345678910ある。大丈夫でした。そしたらまた10のとこへ動作しとこうかな、で次こことで、ここがね入れたくなりません？でも入ってるんですよね、こっちに。なのでここじゃなかったって言って、この真下ですごい慣れてくれば、このね鎖の大きさも一定になるから、うまくなればなるほど見間違いはしないと思うんですよね。ただね、私鎖編みのね大きさもねちっちゃくなったり大きくなったりするので、つまりこれの真下にこれがあるって限らなかったりするんですよ。伝わるのでちょいちょい数えながらがいいと思います。でこれでとりあえず最後までいきます。はい、最後の 2,3 目まで来ました。ドキドキの瞬間。どこやんだっけ。こことここでここで、最後がね分かんなくなることが多いので、合いました。こことここで、1段目かな、1段目が完成しました。そしたら2段目が今度は、しつこいようですけど、本来ならここですよねここですよとか言って、ここですよね。でもこう倒して、今度はこことここでいきます。裏を見るとね、裏もいけそう。でもね、兵隊編みって言ってる理由がここにあるんですけど、もう裏を見るとこの兵隊ちゃんがね、これ私にはこのちっちゃい子、なんか兵隊に見えるんですよ。なんかおもちゃかなんかの。でこれがどんどんと出てくる編み地なので、今度はこの V の奥側とこっちの手前側、今作ったシングルクロシェでできたここの、奥ってこれ1本か、1本のこの頭のとこを拾ってきます。一応マークするとこうなんですけど、今いきなり入れるのであんまり意味ないですけど、でこうやって入れていって、なので1段目の時はね、だいぶぐるんとこうキュッとなってるのがわかると思います。で最後はこことここですね、ちょっとふわっとしちゃってるけど。で長さ測ろうかな、行く前に。明らかに長そうだけど、この編み方って膨らむんだな。よいしょ。メジャーちゃんめっちゃある。35センチぐらいあります。A4 とはなんかもう大は小を兼ねすぎですよね、これ。35あるから、もともと高さは A4 にしようと思ってたんですよ、気持ちはね。でも35あるから20じゃちょっと微妙かな。
ちょっと失礼します。25、高さ25センチを目指そうと思います。ということは、5色5回色を変えたいから、この色でまず5センチぐらいを目指していこうと思います。で、じゃあ2段目に行きますね。かぎ針あるある。1段目が一番大変で、2段目からはだんだん分かりやすくなっていくんですよね。立ち上がり1つします。で、今言ったように裏を見るとこうやっていわゆる、細編みのシングルクロシェのこれが裏目なんですけど、裏目を出していく編み方なので、こっち見る。なんて言えばいい？こうやって見た時に左っていうと分かりやすいのかな。左方向に取っていく。で、1目目、これ立ち上がりなので数えずに、ここと下の、これ入ってるんですけど、1目目。2本拾っちゃってる。ちょっと拾わないで。はい。2本、こことここ拾ってやってることはシングルクロシェ。で、またマークつけときますね。で、次、今度がもうこうやって倒して入れていくことになるんですけど、今度ここですね。ちょうどこうやって色が違うと、この目にこれが入ってるのが分かりやすいですね。2目目と下も2目目、ここに入れてシングルクロシェで、ここと下ここ。この編み方も段が進んでいけば進んでいくほど編み目が揃っていくので、入れるところが分かりやすくなるかなと思います。こことここ、この V のこっち奥の方と1本だけですね。このポコは拾ってないです。ポコ拾っちゃうと、この兵隊のね、この頭の部分、ここ拾っちゃうことになるので、ここは拾わないです。ここと1本。よいしょ。こういう感じ。だからさっきも同じこと言っちゃうんですけど、こういう風に編んでいく編み方ってイメージなんですよね。こことここをギュッギュッギュッとして、なので必然的に分厚くなりますよね。こことここを取る。こんな感じで、もうあとはこの繰り返しなので、5センチいくところでお会いしようかな。で、糸を変えてね、いこうと思います。はい、すんごいむっちりむっちりしてる。だいぶ分厚いマットになりそうです。はい、ずんどこ進んできまして、だいたい5センチのとこまでやってきました。はい、また頭映ってたらすいません。5センチぐらいで、5センチでこれをよいしょ、数えてみると12345で、こっちも12345なんですよ。で、これで5段じゃなくて10段やってきてます。行っては返す行っては返すみたいな編み方なので、だから分厚くなるんですけど、見てる目の2倍、両方に裏目があるってことは、どこに表目があるんだそれはちょっと分かんないんですけど、こっちも裏こっちも裏なので、やっぱこう二重になってるって言えばいいのかな、編み方になります。なので、5段5目ずつある、こっちも5段こっちも5段あるので10段やってきてます結局わけのわかんないことを言ってたらすいません。こういう感じになりました。で、これそうなんですよ。何がそうなんですよかっていうと、表も裏も同じ目になるのがこの編み方のいいとこなんですよね。両面使いできます。だから特に敷物とかいいかなと思います。マフラーとかもいいと思うんですけど、ちょっと分厚くなるからね、だいぶ毛糸を選びそうではあります。で、次の毛糸に行く前にもう一個だけ言いたいことがあって、はいよ次に行きなさいよって感じだと思うんですけど、これって綺麗に目が揃うんですよ。こう伝わる？この、ちょっと多少ずれてますけど、縦ラインが遮光したりとかすることなく、だいたい
上下が揃うので、逆にずれてる時は目飛ばしてるなって分かりやすいです。これおすすめです。綺麗に見える編み地なので。はい、ではここまでにして、ちょっとカメラ近づけて次の色、こっちの色にしようと思います。さっきもご紹介しましたけど、カラーナンバー6でいこうと思います。はい、では近づけてきました。で、ここまでの編み方とこれからの編み方、何か変わることは全くないんですけど、一応色の変化をお見せしようかなと思って、というか私が見たいので、ちょっとオレンジで編んでみようと思います。よいしょ。どこだい？ここですね。これもじゃあここまで編んじゃったけど、1個前に戻そうかな。色を変えるときは最後のところで変えると綺麗と思ってるので、ずっとピントが合わない。ここだよ。そう。はい、ここにいてほしい。で、ここと、そう何がそうってピントは合いまして、で最後の目はこことここなんですけども、だいぶね段が進んでいくとこの編み地になってくるので、こんなに目と目が近づいてくれます。1段目とかはね、こっち取ってこっち取ってっていう上下が離れてたと思うんですけど、ここまで来ると割と寄り添ってくれるんですよね、編み地が。で、さっきもお伝えした通り、どっちが表どっち裏でも同じ編み地なので、なんとなくじゃあ前にしようかな。はい、前に糸を当てて色を変えようと思います。シングルクロシェの最後のところ、引き抜きのところで色を変えて、この水色はまた使うんですけど、改めてまた出してこようと思うので切っちゃいますね。で、今立ち上がり1個しました。で、帰ってきます。で、水色巻き込んでもいいんですけど、後にしようかなと思います。なのでここで置いとくから、切ろうかな。ハサミの切っ先が出ます。よいしょ。ちなみにこれこんだけ残ってます。2玉買ったけど1玉でいけそうな感じがしてます。はい、帰ってきて、今どこまでやったっけ。立ち上がり1個したので、ピントがまた帰ってきて、うさぎちゃんに合わないでこっちに合わせてほしい。はい。で、通常ならまたしつこいようですけど、よいしょ、こうだね。通常ならこことね、ここを取りたいんですけど、この編み方の場合はこの V の奥とこっち側、ここで、だから兵隊の、伝わる？兵隊って私の中ではこれとこれがね兵隊に見えるんですけど、兵隊の頭のまた上のとこです。ここを1本だけ拾って、こことここでシングルクロシェで、また巻き込んでクリップつけようかな。なんか急にオレンジが来ましたね。で、次も巻き込みつつ、この V のこっち側と、これはもう出てるこの1本だけ取ります。ずっと同じですね。で、この後は早送りでお伝えしようかなと思ってるんですけど、このね、敷物、マットにしろラグにしろカーペットにしろ、カーペットはさすがに編んだことないですけどのいいとこって、なんか簡単なことですよね。何を言うんだって感じなんですけど、なんかバッグとかって底から編まなきゃいけないとかね、増し目とかね、減らし目とかね、あるじゃないですか。でも、カーペットと今ね、これはパソコンを敷くように考えて、パソコンの下に敷くようで考えてるんですけど、
この編み方だけでいいじゃないですか。最後になんかこう処理しなきゃいけないことがない、してもいいんですよ、もちろん。縁をね、なんか縁を縁取ったり、頭が頭痛みたいな感じになってる縁を縁取ったり、なんかあしらいをつけてもいいと思うんですけど、なんかこうかぎ針をね初めて挑戦するとか、かぎ針まだ始めて間もない、私も全然間もないですけど、そんな十何年とかやってるわけじゃないのでね。でもなんか編みたいっていう欲求が止まらない時ってあるじゃないですか。そういう時にコースターとかも四角いシンプルなコースターであれば、同じ編み方をぐんぐんやってっていいっていうのがね、いいですよねって言いたかったんです。それが敷物ってね、長方形に編むとかやっていけば出来上がるので楽しいですよね。はい、割と今んとこ色が近いで、これね今巻き込んでたオレンジなんですけど、ちょっと目立ちますね。抜きます抜いて違うとこで糸始末しようと思います。こことここね、で、青でも、5段5段の10段だったので、オレンジも10段やって、早送りでダダダダーっといって、完成の最後の方でお会いしたいなと思います。ではでは。早送りで、編んでるところをお伝えすれば、何かの役に立つかなと思って今複数画面でお伝えしてます。なんかズームの編み物の回みたいな画面になったなと我ながら思いました。で今右上右下で左が一番進んでるっていう感じになってます。でですね、間もなく画面に出てきました。右下のねトレーナーにサタデーズって書いてあって、私このチャンネルの名前が、サンデーアフタヌーン、日曜の午後っていう意味をつけたんですよ。なのになんかサタデーズとか言って土日どっちやねんって自分で着てて思いましたそんなことはいいんですけど、このねグラデーションの組み合わせなんですけど、せっかく糸を変えてるのに境目がね分かりづらいというか、思ってたよりもグラデーションが滑らかで糸を変えた甲斐があんまりなかったなとか思いながら編み進めてました。今右下の子が終わりましたね。やってみなきゃ分かんなかったしね、そうなると思ってたよって、気づかれてた方もいたかもしれない、いると思います。今最後の最後の方に来てますね。何でしたっけ。失敗は成功のもととかね、失敗は成功の母とか言うしね。そんなことを言ってる間に完成しました。今全部やってきて、合計は1234567891012345678910225段なので50回やってきました。で長さとしては、幅が、31、2センチかな、2センチいってないぐらいで、なので 12.5 インチぐらいで、高さがちょっと横になっちゃったけど、22センチぐらいかな、8.5、9いかないぐらいになりました。で最後のところは、スリップスティッチで、編んで締めようと思います。なので今チェーン1立ち上がり、してるので、このままいきますね。ひっくり返して今までと取るところは一緒にします。で、スリップスティッチなので、入れて、でこのままこれやっちゃうと、シングルクロシェになっちゃうので間違えました。入れてそのまま抜くっていう作業を、ずっと端っこまでやっていきます。入れて抜くだけで、この時も抜くのに優しく目が小さくなりすぎないようにやっていくといいかなと思います。でね、
さっきの失敗は成功のもととかいうのが、この年になって待って何歳やねんっていう感じだと思うんですけど、それはいいとして、年齢を重ねてね、本当に体感として思うのが、失敗は成功への一番の近道だなって思います。このマットが失敗っていうわけではないんですけど、でも、今こうして自分で実際に編んでみて、こういうグラデーション毛糸だとこういう感じになっちゃうんだなっていうのが経験として分かったから、次からもやらずに済むじゃないですか。これが気に入ったらやってもいいんですけど、そういうことではなくってね。で、これが例えば他の方の、SNS で動画なり写真なり投稿されたものを見て知ったとか、もしくは、人に教えてもらったとかだと、この失敗、過去仮ね、失敗しなくても済んだかもしれない。でも、身に染みてないから覚えてないと思うんですよね。で、どっかで結局やっちゃうんじゃないかなって思います。で、しつこいんですけど、これが失敗ってことではなくって、むしろ今編みながらね、だんだんと気に入ってきたからこのまま使うんですけど、だから失敗っていうと語弊が生まれちゃうかもですけど、自分で試してみることが一番手っ取り早いんですよね、結局。自分でやってみて、こうなるとこうなっちゃうんだねっていう経験が身になる、結局。と言ってね、アドバイスとか親切心での情報とかを言ったり与えても仕方ないよ、意味なんてないよっていうことではないと思うんですけど、それは受け皿の準備が必要っていうかね、そこを話すと長くなっちゃうので、今終わったので別の機会にまたで、今スッと抜いて完成しました。で、これからこのね、糸処理をしていこうと思うんですが、とりあえずピンを持ってきます。ピンじゃない、針でした。針持ってきました。この一番太いのかなが結構毛糸太いので、これでいこうと思います。で、毎度おなじみのお知らせですが、苦手な分野なのでちょっと固め、薄め、半目で見てください。今一回奥にしようかな。ここ入れて、でそこ通してから、適当なとこに戻って、間のとこ入れてます。2個前の間かなに入れて、鎖っぽくしといて終わりにしようと思ってます。鎖っぽくいけたということにします。で、後ろで糸始末をしていきます。できるだけ同じ色合いのとこでやっていきたいんですけど、これ分厚く編める糸なので、どっち側にも響かずに真ん中の方に糸を埋めることができるので、私でも比較的糸始末がしやすかったです。こういう感じでね、ちょっと他の色のとこ入っても中に入っちゃえば分かんないので、苦手なので割と、ちゃんと糸始末をするようにしてます。で、これをその感じでやっていきたいんですが、もうちょっとやろうかな。どうしてもね、この苦手分野に入ると喋れなくなりますよねこうかな。これで一回ここは切ります。お音響いてたらすいません。で、他にもいくつかあるので、できるだけ同じ色のとこで糸始末をして完成になります。はい、糸始末してきて完成しました。こういう感じ。表も裏もないんですけど、ひっくり返すとこういう感じです。で、試しに PC ね、こういう感じで PC こうやって置いて、ぴったりこの感じで PC というか、パソコン置きとして使おうかなと思っています。で、これ詰まっちゃった。大きさ、重さが775g だったんですよ。これ測ってみたら。なので、一応ね、手を出した毛糸としては3種類あって、で、このね、ナンバー2だけ1玉しかなくて、これですね、しかなくって、他はまだいっぱいあったので、この毛糸と、こっちの青系ね、を
青なんていうの、このオレンジ白を使って青を使って、この1玉しかないこれ使ってこれで1玉あたりが 65g なので、2玉あれば余裕でできる、1玉半ぐらいでできる計算ですね。65g の毛糸を使って、これが 75g だったのでっていうことでした。ほんでとか言ってこっからおまけとして、さっきねなんかアードコーダー失敗がどうのこうの、成功の母はどうのこうのとか言ってたんですけど、そんなわけでこうやってね別バージョン作ってみました。もっと大きいのからちょっといろいろ隠れますけど、全部映るかな。いろんなものをなぎ倒してるね。ちょっと上げますね。よいしょ、こう君こっち行ってこうやってこうでちょっと手で上げます。これ編み方全く一緒で、ちょっと真ん中が今よれてますけど、真ん中に5段っていうか10段なんですけど、往復5段やって、アクリル黒ダイソーのこれ喋れないアクリル毛糸を1段、1段って要するに往復だから2段なんですけど、2回って言えばいいのかな、やって、こうやって見るとなんか色の違いがはっきり分かって面白いかなと思って、割となんかこうクールな感じ、色はあったかいけどなんかこう男っぽい感じになって、これはこれで気に入ってます。でこれもちなみにこれが最初のこの1玉しかないやつ、そうだから1玉しかないけど、すいませんねピントをどんどん変えて、ピントこれとここ同じ毛糸なので、こことここで1玉使った感じです。でここでも使ってるんですけど、途中で終わっちゃったので、ここでやってこれやって、この途中で終わっちゃったので、この毛糸をね続きから使ってます。そんなに目立ってないかな。であとは青こことここは一緒ですね。で最後この繰り返しやって、中はこの繰り返しやって、もう一回これ入れてみて、でもう一回やった後にもう何もないと思って、ここだけはまた家にあった別の毛糸、同じニュッセのピントちゃん、これはカラーナンバー5、赤系ですね。赤だけど強くない赤系を使ってみました。これも結構気に入ってます。帰ってこいピント。こういう感じ。この編み方ね、もちもちでね割としっかりとできるので、でサイズ測ればいいね。でちなみにこっちの大きいやつは同じ5段の往復で、要するに縦でこうやって編んでるんですけど、こうですね、5段で1段5段で1段挟んで、その2倍してもらって、50センチいかない、49センチぐらいのものができました。で横は一緒にしたのかな、どうなんだろう、30一緒にした気がする。だいたい一緒にしたか1目減らしたぐらいでやってます。ちょっと大きいか。多分詳細をちゃんとここに書いてると思います。サイズ感とか。おまけのおまけその1、この編み方がすごい気に入っていろんな毛糸で編んだので、ちょっとそれもお見せしようかなと思って、若干こうなんか台形っぽく縮んでますけど、これはダイソーのパティシエで1玉でどのくらいできるかなと思ってやってみた時のです。これ最後の方ちょっと苦しいね。これはですね、彼がパソコン置きとして使ってて、パソコン置きいいなと思って今回同じようなこれを作った感じです。このグラデーションもね、これは特に調整せずにあるがまま糸にしてんのかな、それとも変えてるねこれ。多分この辺でちゃんと糸を切ってるかもしれないです。こういうなんかスタイルこう男っぽい感じもできるし、あとはね今床に置いてるんですけど、完全にこれ床のマットとして敷いてて、こういう風にとか言って割と温かみのある、なんて言えばいいんだろう、くすんだって言うとあんま良くないけど、トーンがちょっと落ち着いた色の毛糸でやっても可愛いかなと思います。これがねめちゃめちゃ気に入ってて、でよく近づいてみるとめちゃめちゃ使ってるので汚いんですけどほこりとかついててね。でこれは、このままだと滑るので、こういう感じで不器用なりに頑張ってこの滑り止めを
つけてます。でちなみにこれもダイソーの、200円毛糸パティシエとかかなを 2,3 種類でやってる気がします。はい。でね、今はねこうやってって言っても目の前入ります。こういう風にね、これはこうやって編んでるんですよね。こうやって編んでるんだけど、使ってる時はこうやってやってるから、編み目自体もこういう風に今度は編んでみたいなと思ってるんですけど、それもねまた作ってみたら、動画出そうかなと思っています。はい、そんなわけで今回はカラフルなねグラデーションの毛糸を使って、細編みのこの裏目が出る編み方で、この兵隊っぽい編み方が出る編み方でマットを編んでみました。パソコンに敷くマットと、こちら玄関マットとかかなを編んでみました。ここまでご視聴ありがとうございました。またよかったらお会いしましょう。ありがとうございました。